こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日はちょっと角度がね、サイクルが置いてあってすいません。で、前回は罪悪感じゃないか、憎むとかね、そういうのをちょっと出してみたら結構反応ありましたね。もうどんな自分も認めてあげることですよね。いい悪いの判断しないで、一生懸命やってる人、やってない人いないですから。どんな自分もどんどん認めてあげるってやるといいと思います。で、今日のお題はお題だったっけ？今日は今日は、アセンションについてね、お話ししたいと思っています。アセンションって何なのかってやつね。なんか、アセンション言ってるけど、一旦アセンションって何なのかってことですよね。で、細かいところはよくそこまで私もわかるわけじゃないんだけど、要はこの地球がさ、今まであった次元から違う次元に移行してるんですよね。今まで3次元という次元としては低い次元の体験をしていた星だったんだけど、その地球が5次元、最終的に5次元になるって言ってたっけな。それ以上上がるのかもしれないけど、だんだんそうやって次元を上げていって5次元に向かっているっていうことなんですよね。で、その次元を上げるのに、じゃあ、何がなんていうの、4次元になったり5次元になったりして、どういうふうに地球が変わっていくか、アセンションしていくっていうのはどういうことかっていうと、やっぱり物質化していたからね、地球っていうのは、いろいろななんていうのかな、次元が低い次元だからこそ体験できることっていうのがたくさんあったりする場所なんですよね。場所だったっていうのかな。そう。で、これがすごい結構宇宙的に言うと、特殊な感じだったんだと思うんですよ。地球って。だから結構人気があったというかね、面白さがあったりしたと思うんだけど、ここからほとんどがほら宇宙っていうのは高次元なんだけど、地球はどちらかというと低次元としては低い次元っていうのを体験する星だったんですね。ここから地球が次元を上げて、アセンションっていうのはそういう次元上げるってことだから、次元を上げた星になるっていうことなんですよね。で、それの時に、地球がそうやって決めて次元上げてるじゃない？で、私たち今ここに住んでるわけだから、一緒にやっぱりこのアセンション、次元を上げている、上がる体験っていうのかなを、地球と共にしているのは私たちっていう感じなんですよね。そう。で、じゃあ次元を上げていくときに、低次元とさ、高次元と何が違うかっていうと、軽さなんですよね、多分。軽い。高次元って軽いんだと思うんですよ。で、低次元は低い。低いというか、重い。重いか軽いかみたいな。そう。それぞれ、どっちがいい悪いじゃなくて、それぞれの体験をする場所なんだけど、宇宙っていうのはほとんど高次元の星で成り立ってるんだと思うんですよね。そう。だから、ここを、地球が宇宙になる。もう宇宙から見たら地球だって宇宙ですよ。だけど、他の星と同じように高次元になっていくっていう過程を、私たちは体験してて、じゃあこの軽くなっていくために重いものを手放したり、一緒に地球と共に手放すっていうことをやってるんだと思うんですね。だから重いものを外す。だから地球がアセンションするのにいろいろ天変地異とかさ、いろんなことが生み出しみたいな、やっぱりさ今まで地球でなかったようなこととかがあったりするんだと思うんですよね。本当にいろんな災害があったりとかさ、こういうのはだから地球がやっぱり生み出しをしてるみたいな、どんどんその重いものを、周波数を手放してどんどん変わってきてるっていうわけじゃない。で、地球と同じように私たちが今ここになんでいるかっていうのは、このアセンション、地球のアセンションとともに自分の手放しをしようと思ってる新しい自分、もともとの高次元の自分自身になろうっていう、その過程を体験してるんじゃないかと思うんですよね。そう。だから地球と同じように、自分自身の重いものを外す。なんていうのかな。軽くなるっていうのかな。私たちもこれで軽くなるっていうことを体験するために来ているっていう感じだと思うんですよ。来ているというか、体験してる。それで同じ時にさ、このアセンションの時に同じ時に生まれてるっていうのは、みんなで一緒に手放してこうよっていうところの意識が、あったりするのかなと思うんですね。そうじゃなくちゃ
別に必ずそうしなくちゃいけないってわけじゃないんだけど、そうじゃなきゃ多分生まれてないんですよね、多分。この時ってやっぱりなんとなく感じるのはやっぱすごい人気があった時というかね、みんなここに生まれたかったんじゃないかなってすごく思うんですよ。要はその転換期、三次元的な部分もさ、私たちの前半の人生でものすごく体験したと思うんですよね。ここから高次元っていうのを本当変わり目で、なんか第一期じゃないけどさ、第一波っていうの、だから私たちが100年ぐらい生きて、でその後にまた、生まれてる子たちいるじゃない、今生まれてる子たちとかその後に生まれる人たちっていうのは三次元的なものからも変わった地球っていうのかな、もっともっと変わって高次元の星になっている地球で生まれてくるわけだから、この変わり目っていうよりももうちょっと生きやすいというか、なんていうの、高次元的な星になっている地球で、生まれたりするっていうことだと思うんですよね。そうで、私たちはこの星で、この両極端なところを耐えられるというかね結構やっぱりこのサバイバルじゃないけどすごいところを、耐えられたりそこを体験したくて来てる、チャレンジャーな魂がたくさんいるんじゃないかなと思いますね。そうそう。だから地球とともに自分の重い周波数を手放すっていうのがやっぱすごい大事なんですよ。でこの、高次元になることによって地球が軽くなっちゃうからね、自分の思い込みとかそういうものが強かったりブロックが強いと、要は現実化も早くなっちゃうんだよね。だから現実化が早いんですよ、とにかく高次元になるっていうのは。テレパシーとかでパッパッパッパってやり取りしてるようなさ、高次元ってそういう世界だから、地球だってさだんだんそうなってくるってことだから、自分がこう思ってることとかね、なんていうのかな、結局今出してる周波数が現実になってくるじゃない。ちょっとタイムラグが今まであったと思うんだけど、このタイムラグがもうだんだん今になってくるみたいになってくるから、現実化が本当に早い。今思ってる何を自分がだから思ってるかとか、何を意図してるかっていうのがすごい、その選択がすごい大事なんですよね。だから今まで通りにタイムラグがあるんだったら別にいいことはいいけどさ、悪いことのなんていうの、タイムラグがなくなっちゃったとしたらやっぱ現実化早いから大変ですよね。そうそうそう。だからこのからくりとかをやっぱ宇宙存在とかが教えてくれて、こうなってるよっていう。だからあなたたちはもうこれ手放してね、自由になる時ですよっていうのをみんな教えてくれてる時だと思うんですよ。そうそうそう。アセンションっていうのは、同じ時にね、みんなここで生まれて、カルマというんでしょうかね。やっぱり重い周波数、地球だけじゃないんですよ。私たちってやっぱ生まれてるのは地球だけじゃなくて、やっぱ宇宙でもたくさん体験してたりするわけじゃないですか。その時に持った、なんていうの、周波数とかさ、やっぱり解放できないものっていう、宇宙の中でも解放できないものっていうのがあるから、この変わり目の時に全部バッとこう解き放つじゃないけど、そういうので、地球で今生まれてる人もたくさんいるっていう感じなんですよね。だから宇宙時代のカルマみたいな重い周波数みたいのも外そうと思ってきてるみたいな感じの人が多いかな。それでやっぱり重いものっていうのかな、重い周波数がさだんだん地球の波動が上がってくると浮き出てくるんですよ。重いものが浮き出てくる、上に上がっちゃうみたいな感じになってくるから、もうそれがさきつくてしょうがないみたいな感じにやっぱなっちゃうと思うのね。でここをだからどんどん手放していく、浮き上がってきてるってことはそれを手放していけばいい。で手放しの仕方は、ブロック解除であったり統合のワークであったりとかいろんなのがあると思うんだけど、だから簡単なんですよね。もう手放しのやり方なんてみんな出してくれてんだから、それで手放していけばいいっていうだけなんだけど、まだまだギュッとそういうブロックとか、なんていうのかな、旧式の生き方っていうの、旧式の生き方で、要は苦労しなくちゃとかね、誰かの助けなくちゃとかさ、そういう自分をなんていうの、犠牲にして誰かに何かしようみたいなことを思ってたりするとやっぱりそれの現実化も早いから苦しいことばっか来ちゃうみたいな感じで、だから旧式の考え方からやっぱり新しい、自分の心の感覚、自分が心地よかったり心の、楽しさかな、ワクワクとか言うじゃない。ワクワクまでいかなくていいけど、やっぱり心地よさ、安心とか心地よさっていうところが本当に大事なのかなと思いますね。
心の時代がもう始まってるんですよね。今までは頭の方だったんだけど、私たちってやっぱり心なんですね。愛とか、宇宙ってやっぱり愛なんだと思う。大きな愛でできてるんだと思うから、その愛の中で私たちはいろんな体験をしてるんだけど、やっぱりこの頭ってなんか思考とか頭の世界だったんだよね、地球っていうのは。だからなんで心と頭が分離しちゃってるのかちょっと分かんないけど、頭が優先になってたからやっぱり争いとかがあったんだろうね。ここの部分を今度は心の方にシフトさせて、こっちの方で生きるっていうことが、これからの時代、これが本当の宇宙の高次元は愛でできていて、心でできてるじゃないけどね。それはなんかもうやっぱりみんな魂で分かってると思うから、そっちの方にシフトしていく時なのかなと思っています。ちょっとうまく話せたか分かんないけど、アセンションっていうキーワードがやっぱすごく来てたので今出しました。私なりにはそういう感じで思ってます。で、今すぐにアセンションをして今すぐにどう変わるかっていうことよりも、3000年ぐらいかけてゆっくりと変わっていくみたいなんですね。だからこの3次元から3000年ぐらいかけてだんだん5次元に、3000年なんて誰も生きてないからね変わり目には私たち選んで生まれてきてるんだけど、3000年ぐらいかけて、その完了するのがアセンションね、完了するのが3000年ぐらいかかる。これさ、またディセンションっていうのがあったり、こうなんかね図で見たことあるんだけど、こうなってて、このアセンションの時があって、またディセンションっていうのが何万年後とかじゃないけど、こうやってなんか回るみたいなんだよね。なんかちょっと不思議なんだけど、そうだから陰と陽じゃないけど、いいところもあれば悪いところもあるみたいな、陰と陽っていうのがやっぱり隣り合わせであるから、今はアセンションっていうのかな、アセンションで高次元になっていく。今度またディセンションっていうのも何万年後とか何億年後に、地球がなんかそういう風になったりするのかもしれないけど、いろんな体験をしてるってことですけどね今がそういう時っていう感じだと思います。はい。またね、なんか気づきになったらいいかなと思って発信しました。ではでは。